こんにちは。はい、こんにちは。これ車両は何ですか？スズキの。エブリあ、エブリですね。DV17。DV17。燃費がいい。あ、ではなんか車中泊車両にね DIY されてるってことなんで、ちょっと今回撮影をねさせていただくことになりました。ちょっと早速見させてもらってよろしいですか？はい、お願いします。おお。玄関になっております。これ玄関式でからこれちょっとさっきね押してもらったけどすごいのがほら。これ階段状に登って靴が隠せるようになってるっていう。足伸ばせる。すごい。これキャンピングカーとかでは、ね、全然採用されてない方法ですよね。乗り降りはすごい楽ですね。楽。最初からこれ決まりで。これはじゃあ椅子は今取り外されてるような格好なんですかね。椅子も乗ってました。構造変更して。あ、構造変更してから椅子を乗ってる格好なんですね。はい、2名乗車で。2名乗車になってるんですね。はい、あ、だからここに椅子がないからこそこう。そうそう。でも本当にねその段が低いんで足をねぐっと上げずに乗れるんで、めちゃくちゃ楽ですね。で中もなんかもうかなりされてますけども、なんか説明してもらうのがなんか大変そうな。一応このカセットコンロ、この上にバーライトついてるので、はい、熱でダメになるのでこれをこっちに寄せます。おお。なるほど。ここでそのまま焼いたら、溶けるからこっち寄せてずらして、でこの熱がここから出る。すごい。で調理するときに狭かったらこっちで。あ、手前側になんだろう、まな板みたいな引き出しが出てくるような格好になってますね。そうです。サブテーブルで。あ、じゃあこれは支えてこの部分でも落ちてこないように。そうしっかり止まってますね。頭打たないようにここは何もつけてません。乗り降りしやすいようにこの部分を開けるような格好になってて、上を開けてますっていう格好ですね。天井の高さをこう確保しながら。そうです。自分の座高を決めてこれこそキャンピングカーのメーカーさんがもう真似してほしいレベル。すごいアイディアだ。運転席の上側に収納が2つあります。ちょっと開けさせてもらってます。はい、あ、すごいちゃんとアイラップも入ってる。でこれはやっぱり引き出せれるようになってます。これ信じられない。よし、こんな感じでスッとね出てくるような格好になってます。ああ、この収納の下側に、はい、メッシュをしてあって、でここにサンシェードを入れたり、地図を入れるためにサンシェードは地図が入ってから、高さもねここのバンク部分みたいなのがあるんですけども、ここと同じ高さに揃えてあって、その中に収納ちゃんと収めてるっていう。これはちょっとすごいですね。でここ助手席のところにはこうやって物を入れる。助手席のシートを倒した上にこうやって木枠で組んであるけど、そこもまた収納がちゃんと入ってるっていう格好で、これじゃ下が収納なんです。そうです。あ、へえ。こっちを改めたらこんな感じですね。ここにね助手席のシートがあるんですけど、そのシートとこの木箱の間に寝袋が入ってるという収納がバッチリですね。動かないようにベルトで留めてます。あ、ガタガタしないように。すごーい。これはとんでもない車両が出てきましたね。でこれね後ろからのアングルなんですけども、あっちがね出入り口なんですけど、こっちはこんな感じで、こっちにもね収納があるんですよね。で大きいテレビ、シャープの多分16インチぐらいのテレビがあって、で机があるんですけど、これ学習机みたいな感じの、伸びてくる細かく収納展開ができるようになってますね。これね途中で多分裏側でからこうやって高さで止まるようになってますね。すごい細工。この下にも収納になってます。これのけてる。あ、こうよけたら中にも収納が。こうやって狭いので、これだけがこうやってのけてしまう。取れるようになってるんですね。すごい。ここにもう本当に小さいこの出っ張りだけでから中で引き出す時に止まるようになってるみたいです。奥の時にここのマグネットで止めるという。パチッと。すごい。この奥でマグネットで止まってるようだから、だから走行中にガタガタ抜けるようなことはないっていう。一度もないです。で下側も引き出しがあって、でここにちょっと座椅子があるんですけど、ここに多分座って作業ができるようになってますよ。これビジネスホテルと思ってもらえば。
すごい。でそこから入ってこっちにこうスススッとスライドしながら座ってくるスタイルなんですけども、この車すごいのが上にもちゃんと収納あるんですけど、居住スペースとなるこの部分の上側は何もないように作ってあるんですよね。だからその座って作業するとか中にいても窮屈感が感じないようにわざと組んであります。これ純正の棚って言ったらね、ここからここにはわしてあるから、どうしてもここ側が使えないというか、この辺りだけしか使えないようになってる分をわざとこの部分とこの部分に収めることでから、この上を全部使えるようにしてるから、ここから上まで多分90センチぐらいはありますよね。ありますね。すごい広く使って取れてますね。狭苦しく感じないように。感じない、全然感じない。うわー、これはすごい。これもしっかり固定されてますね。大丈夫です。これ大丈夫です。サービスホールか何かを利用して固定されてるんですね。はい、しっかり止まってます。わあ、すごい。ちゃんとアメニティグッズみたいな感じで。おお。アイラブコアルちゃんと横にして取りやすいように。すごい。で、ちゃんとくっつきにくいフォイルもあってから。なんかでもまだここにもギミックがありそうなんですけども。わあ、めちゃくちゃがっちりしてますこれ。で一応変えれるように。あ、場所が変えれるようになってるんです。火が当たる場所だって。あ、日陰の方に移動できるようにしてるんですね。はい、この薄い隙間を作り出してここに差し替えできるように作ってありますね。でサブテーブルという形でこれ。あ、これ出てきた部分もこれねワイヤーがあるんで、ここから先にね落ちないようになってますね。しっかりしてます。おお。でここがベッドになるわけですね。はい、ちなみにこれベッド長どれぐらい今あるんです？ 1.75。 1.75。しっかりじゃあ寝れますね。ちょっとこれ少し避けさせてもらっていいですか？あ、ごめんなさい。でこの下がいいですか？はい、すみません。ちょっと蹴るとこう立てこれ立てになってます。これがしてあるちゃんと起き上がる金具が取り付けられてますね。これはすごい。これ真ん中曲がるんですよね。はい、大丈夫です。あ、でここにラグマット。あ、ラグマットで冷感マット。冷感マット。へえ、すごい。最初ここに猫がやったんやけども、空間ができたので、あ、向こうがあるから向こうに行ってもらいました。じゃあまたここに他のものを入れるわけですね。すごいなこれは。ここもじゃあまた何かちょっと手順があります。はい。起こしてもらって。あ、へえ。なんかすごい合理的なギミックになっててから、こっちから開いてこう今起きましたね。ドアノブがあるので2段階で一度でこっち来ないんです。だから2段階にしたんですね。はい、こうできるんだけども、このドアのノブが当たって起きないので避けて起こすと。すごい。でここを悟ってこっちに中のも取り出せるという、でこうやって開くんですね。あ、ごめんなさい、大丈夫です。はい。こっちには一応アルポットとか爆死系統のものが入ってるんですね。はい、こう3分割することでこれが軽くできますということで。そうか、一個一個重たいものよっこしと持ち上げるのも、全部が3つに分かれてるから、どれを上げるのも軽いんですね。すごい。この分だけで1本の動画になっちゃうぐらいのレベルです。一応網戸もつけてますけども、ここにルーバーつけて中覗けるようにしてるんやけども、こっちのファンの方はちょっと効率悪くなったので、ルーバー抜けましたということ。ああ、これも自分で作られたんですよね。4連ファンですけども、これも自作のようです。電源はどういった感じでこう捉えてるんですか？あ、モバイルバッテリー。ありました。あそこにモバイルバッテリーが積んであります。だからそのモバイルバッテリーだからこうやってからドアのね開閉にも線が邪魔ならないっていう。で充電するときはそこのチャックつけたとこで。あ、ここから充電するんですか？はい、すごい。これ電源とかはどうされてるんです？ここに。あ、これ電源がこんな感じなんですけども、これがポータブル電源ですね。はい、これ見たことはない形式の分ですけども、ビューデンスという。ビューデンス、その分をじゃあこの中にすっぽり入れてるような格好で、ですね。だから電源系の難しいことをせずにからポータブル電源を使うことでから賄うという格好ですね。そうです。総合充電でやってます。あ、総合充電できるんですね。でここで全部の電源とか AC オンとか多分ここで全部できるから。 AC オンは誰かこれしにくくて後ろなんです。あ、そうなんですか。でもメイン電源入れたりとかできるから、ここに置いた状態で操作ができる格好ですね。
すごい、めちゃくちゃ考えられてる車ですね、これ。これはで、ちなみに自身で全部考えられて作って、はい、これはその最初のモデルっていうのは八重塾さん、あ、雪之丞さん、はい、こういう形にしてる、あ、これ使いやすそうやなということで、メトロ一応反対やけども足も楽やし形がいいなということでこのデザインを考えました。すごい、雪之丞さんのデザインからの亜種なんですね。はい、でこれはその自分で全部作られたんですけども、何かそういった技術のお仕事されてたり？全然ありません。全然してない。道具も一から買いました。じゃあ使われた道具っていうのはどんな道具なんです？ジグソーにルーターにかいね。はい。それと普通のノコギリ、ドリル。はい。それだけ。じゃあ普通にその辺で買える道具だけで。そうです。できるんですね。ここまでのことが。ノマドとかってよく言うんですけども、中で作業するのありますけども、ここで靴を脱いで上がって作業するっていう分、これちょっと僕設計するのは下手だけども、これ真似させてもらいたいレベルですね。本当に真似いろいろさせてもらっても大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。じゃあこれもやっぱりそのホームセンターで売ってる道具だけで作ってた格好ですね。はい。でちなみにじゃあ制作期間はどれぐらいでした？ほぼ出来上がったのが1年。1年。1年。あと車検が終わってからこちょこちょテレビつけたりとかしました。サブテーブルとかも車検が終わってからつけました。全部じゃあその設計は自分で考えられて、で自分で組み上げられたって格好ですね。すみません、前のお仕事のどんなことされてますか？機械の修理屋さん、発電所の設備の修理屋さんです。ほんまの粒の素人です。でも頑張ったらここまでできるってことですね。これは本当にすごいです。ソーラーつけたいなと思ってます。あ、ですね。ソーラーがあればもうあと完璧ですよね。これでも本当にここでもう仕事できますもんね。この座椅子があるんで、ちょっとごめんなさいね。お貸してもらって、僕もこれ買おうかな。ちっちゃくて可愛い。でき高さもいいですもんね。引き出して机が伸ばせて、ここで、座って作業もできるし、ちゃんと光で涼しいし。うわー、びっくりです。お名前は何て言われるんですか？みちさん。はい、でね、最後にね、お名前を伺いしたんですけども、みちさんってことでした。本当にね、すごい車両でびっくりしました。ちょっとね、僕もね、なんかまだ改良自分の車したいんですけども、こんな感じ、本当にちょっと目指したいと思います。はい、みちさん、今回本当に。いや、こちらこそありがとうございました。